今回は史上最強のメイドインジャパン堀口恭司選手の紹介をしたいと思います。堀口恭司選手です。 MMA 戦績29勝3敗、現ライジンバンタム級王者、元ベラトールバンタム級王者、元シュートフェザー級王者です。群馬県高崎市出身の30歳です。日本の総合格闘技の歴史において世界で最も結果を残している日本人であり、どの世代の日本人選手において最も強い日本人パウンド・フォー・パウンドファイターです。伝統派空手仕込みの遠い間合いから飛び込んで打つ破壊力抜群の打撃、アメリカントップチームで培ったレスリング力とグラウンド力、全てにおいてレベルが非常に高いオールラウンダーです。5歳から伝統派空手を始め、高校時代にプライド、K1 などを見て山本キッド典文選手に憧れ、キッド選手の打撃が空手のスタイルに似ているな、自分だったらああいうスタイルができるなと思って、高校卒業と同時に山本キッド典文選手のジムクレイジービーに入門し、内弟子となりました。インタビューで山本キッド典文選手は当時の堀口選手を太っててめちゃでかかったと話し、堀口選手は初めてキッド選手と会った時に初めて本物の格闘家の体を見て、すげえな、俺もこうなりてえなと思ったのが第一印象だったそうです。2009年12月第6回東日本アマチュアシュートオープントーナメントにて MMA に初出場しました。シュートでプロ昇格するまでの道のりは非常に厳しく、 MMA 団体の中でもシュートでプロ昇格することは最も難しいです。プロ昇格するには各地区で行われるアマチュアシュート選手権の優勝者とアマチュアシュート成績優勝者のみが出場できる全日本アマチュアシュート選手権にて入賞、もしくは当時年末に行われていた東日本西日本アマチュアシュートオープントーナメントにて優勝することでした。堀口選手が MMA デビューとして出場したオープントーナメントはプロ昇格に王手をかけている猛者たちしかエントリーしていない大会にもかかわらず、1回戦現シュート世界フライ級3位内藤信太選手の弟内藤信孝選手に判定勝ち、2回戦現在ライジンシュートで活躍中のウォイフルスイング選手に1ラウンド KO 勝ち、3回戦後にシュートパンクラスに出場していた桑原優選手に判定勝ち、準決勝後にディープに出場していた河合直樹選手に TKO 勝ち、決勝後にシュートで新人王パンクラスでランカーになった佐久間健太選手に判定勝ちと、全て圧倒的な内容で優勝し、初出場ながらたった1日でプロ昇格を果たしました。そして翌年2010年度新人王決定トーナメントにエントリーし、1回戦はシード、デビュー戦の2回戦では川名蘭希選手と対戦し判定勝ち、準決勝では後のシュート艦隊平洋王者石橋啓太選手に TKO 勝ち、2010年12月決勝では赤尾誠二選手と対戦しスタンドパンチによる KO 勝ちを収め、20歳ながら2010年度のシュート新人王 MVP を受賞すると、その後も快進撃を続けます。2011年4月細井貴弘選手に1ラウンド1分6秒右フックの秒殺で KO 勝ち、2011年7月根津裕太選手に1ラウンド右ストレートで KO 勝ち、2011年9月直撃我門選手に2ラウンド TKO 勝ちと衝撃的な KO 勝利を挙げ続け、とんでもない新星が現れたと格闘技界では話題になっておりました。そして2012年1月堀口選手は当時シュート世界9位ながら元シュート世界王者上田正勝選手との対戦が決定しました。当時上田選手はシュート世界王者から陥落したものの14勝1敗に分け、3度のシュート世界王者も防衛、当時60キロ級最強の呼び声も高く、後のベラトールバンタム級王者エドアルド・ダンタス、レジェンドのホイラー・グレイシーといった強豪から勝利し、ベラトールと契約も決定しており、堀口選手にとってはあまりにも格上のマッチメイクでした。堀口選手がパンチでダウンを奪う場面も見せるも、レスリングとグラウンドで苦戦し、判定2対0で敗北し、プロ7戦目で初黒星を喫しました。2012年3月の再起戦ではシュート世界3位鉄羽大郎選手と対戦し、1ラウンド2分6秒 KO 勝ちで再び圧倒的な強さを見せつけました。2012年4月元パンクラス王者井上学選手と対戦し、 1,2 ラウンド打撃で圧倒し判定勝利。2012年12月当時リングだったシュートのケージを使用した大会として開催されていた VTJ にて初の国際戦となる元 USC ファイターイアン・ラブランドにダウンを奪う場面も見せ判定勝ちを収め、2013年3月扇久保博正選手の持つシュート世界フェザー級タイトルマッチにたどり着きました。
当時堀口選手は圧倒的な強さを見せ続けていたため、堀口戦のオファーを打診しても対戦相手が断り、なかなか試合が成立しなかったそうです。そんな中、扇久保選手は2012年5月、シュート世界フェザー級チャンピオンシップで王者の岡崎浩悦選手と対戦し、リアネイキッドチョークにて一本勝ちを収め、王座獲得すると、試合後扇久保選手はマイクで、半年ぐらいは休みたいんですけど、その後堀口選手とやります。僕は逃げないから大丈夫。と話しており、扇久保選手の初防衛戦に挑戦しました。試合は1ラウンド、扇久保選手のタックルを潰して上からパウンドを打ち続け、2ラウンドにタックルを切ってバックを取り、リアネイキッドチョークを決めて一本勝ちを収め、堀口選手はシュート世界フェザー級王者に輝きました。KO の山を築いてきた超新星は一気にここまで上り詰め、22歳の若さながら圧倒的な強さで第8代シュート世界フェザー級王者に輝きました。2013年6月、王座体感後初戦で VTJ にて当時現役パンクラス王者石渡慎太郎選手との現役シュート王者対現役パンクラス王者が行われました。試合は1ラウンド、石渡選手が堀口選手からダウンを奪うも、2ラウンド3ラウンドと堀口選手を盛り返し、パンチで石渡選手をぐらつかせ、堀口選手のパンチがヒットし、石渡選手がダウン。石渡選手は立ち上がりますが、ふらつく石渡選手に堀口選手が追い打ちのパンチを打ち続け、レフェリーがストップし、堀口選手の KO 勝ちで決着がつきました。5ラウンドにわたる死闘を繰り広げたこの試合は、日本 MMA の歴史の中でも上位に入るであろうベストバウトではないでしょうか。そして2013年9月、23歳 MMA11 勝1敗の戦績で世界トップの MMA イベント UFC との契約を発表しました。2013年10月、USC デビュー戦ではダスティン・ペイグと対戦しました。代役の緊急出場のため、ベストのフライ級ではなくバンダム級で参戦し、1ラウンドバックを奪われる場面を見せるも、2ラウンドパンチの打ち合いでダウンを奪い、パウンド連打で TKO 勝ちを収めました。2014年5月、UFC2 戦目はベストウェイトのフライ級でフライ級ランキング15位のダレン・ボンタギューと対戦し、ミドルを効かせる場面を見せるなどの判定勝ち。2014年9月、UFC 日本大会でジョン・デロス・レイエスと対戦し、パンチでぐらつかせパウンド連打で TKO 勝ち。2015年1月、ランキング14位のルイス・ゴーニノと対戦し、2ラウンド堀口選手の右がヒットしぐらつかせる場面を見せ、判定勝ちで UFC4 連勝を挙げました。そして2015年4月、堀口選手は UFC186 のメインイベントで絶対王者デメトリアス・ジョンソンの持つ UFC フライ級タイトルマッチにたどり着きました。近藤祐樹選手、宇野薫選手、櫻井マッハ隼人選手、岡見雄人選手に続き、日本人5人目となる UFC タイトルマッチ挑戦であり、UFC 王者に輝いた日本人はもちろん、アジア人すらおりませんでした。当時デメトリアス・ジョンソンは5度のフライ級王座防衛中、上位ランカーは一通り倒しており、UFC フライ級無敵状態でした。当時フライ級上位ランカーは怪我や前線での体重オーバー、ドラッグテスト陽性で出場停止中などが重なり、堀口選手はランキング7位ながら挑戦権を獲得しました。試合は1ラウンドは互角に近い戦いを見せるも、ラウンドを重ねるたびに自力の差を見せつけられ、5ラウンド試合終了1秒前に腕ひしぎ十字固めで一本負けを喫し、王座獲得に失敗しました。デメトリアス・ジョンソンからテイクダウンを奪われまくり、タックルの攻防で削られ、試合終了1秒前に腕十字を取られるという正真正銘のフライ級世界最強であるデメトリアス・ジョンソンにこの上ない強さを見せつけられました。UFC フライ級タイトルマッチまで止まることなく快進撃を続けてきた堀口恭司選手でしたが、世界最強デメトリアス・ジョンソンの壁は高すぎました。2015年9月の再起戦ではランキング13位のチコカムスと対戦し、判定勝ちを収め、2016年1月、さらなる高みを目指して練習拠点を日本のクレイジー B からアメリカの名門ジムアメリカントップチームに移しました。クレイジー B では各個人強い選手が集まっており、選手同士で意見交換をして自分で最終的に判断して技術アップをしてきたそうなのですが、以前から堀口選手は客観的に見てくれるコーチが欲しいと発言しておりました。アメリカントップチームでは日本のようにいろんなところに出稽古する必要はなく、全ての練習が1カ所のジムででき、フィジカル、レスリング、ボクシング、柔術と全分野のコーチが揃っており、それをミックスさせるヘッドコーチもいます。また練習相手も UFC ファイター、チャンピオンクラスが大量に所属しており、2階建てでファイターが宿泊できる施設もあるといった、強くなるには最高の環境です。
世界トップを目指し、堀口恭司選手は環境を大きく変え、これから堀口選手の MMA キャリアも大きく変わっていくことになります。堀口恭司選手紹介、前半は以上になります。後半では UFC からライジン参戦、そして現在を紹介します。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。